わあ美しい。ペラーっとペラペララーってね。はい、袖裏がないんです。ほんまっすね。굉장히 화사해졌습니다. 네. スカーフを巻くだけでゾッとする。ほわってきます。一番だと思います。ああ、そうなんですね。シェイプ感はすごいやっぱ綺麗と思うんですよ。 조금 더 이제 한국인 체형에 맞게 まあ男のまあ優雅な雰囲気も既製服それ以上の既製服って感じ。여러분 안녕하십니까? 아키스타일 아키타카입니다. 저희 아이의 박치기로 아침에 눈을 뜬 아키타카입니다. 아, 저 돌대가리. 그것도 하나, 둘, 셋 하다 보니까 어쨌든 네. 여러분 남자 옷장에 필요한 아이템이라면 뭐가 있을까요? 뭐 여러 가지가 물론 있겠지만 그 중에서 가장 먼저 떠오르는 거는 아무래도 수트이지 않을까 저는 생각합니다. 그래서 오늘은 수트와 테일러드 자켓에 관한 좀 컨텐츠를 준비를 해봤는데 기성복 수트라면 떠오르는 브랜드가 있죠. 네, 바로 링자켓입니다. 그래서 오늘은 최상의 만듦새와 착용감으로 세계적으로 유명한 브랜드 링자켓의 새로운 콜렉션을 샅샅이 파헤쳐볼까 합니다. 자, 가볼까요? ということで、お店の中にもう前からいたんですけども、はい、1階にやってまいりました。はい、こちらにいらっしゃるのはリングジャケットホールセールディビジョン担当の笹本さんでございます。おはようございます。おはようございます。ご無沙汰してます。お久しぶりでございます。会いたかったです。あ、お会いしたかったです。僕も一度ね。大統領の頂上会談みたいなんですけど、笹本さん前回も出ていただいて、はい、コメントにも笹本さんかっこいいっていうコメントが、まあ、あったかなかったかわからないんですけど、ちょっとわからないですね。ご丁寧にリングジャケットのもう隅から隅まで教えていただいて、まあ前回はある程度そうですね、リングジャケットの良さっていうのをまあ少しご説明はできたかなとは思ってます。その映像を振り返ってみて、リングジャケットさんのやっぱりプロダクト、ここまで神経使って作られてんだなっていうのが感動します。いつも嬉しいです。やっぱりリングジャケットがなんでまあちょっとその世界的にいろんなまあ評価いただいてるかっていうと、一つは確かにやっぱり高い高品質っていうんですか、技術力なんですけど、あともう一つはやっぱりアイデア力っていうか想像力だと思ってます。キーワードが出ましたね。もうはい、早速ね。早速出ましたね。はい。品質だけじゃなくてアイデア想像力。はい。市場になかったものをこういうのあったらもっといいんちゃうんみたいな。でそれをやっぱりその高い技術で実現させるっていうのが僕たちの使命だと思ってます。かっこいいです。洋服に対するもうラブもそうなんですけども、リングジャケットに対する愛情がすごい伝わってきます。もう目がキラキラされてますよ。嬉しいです。ラブを僕もちょっと影響を受けまして、なんかドキドキします。笹本さんに、ドキドキときめいてるわけではないですからね。残念ですけど。ときめいててもちょっとあれなので。まあね、奥様奥様いらっしゃる。はい。いろいろちょっと複雑になっちゃいますからね。そうですね。今日はリングジャケットさんの 2025SS の新しいアイテムコレクションですよね。はい、そうです。ご紹介いただけるということで。はい。その前にですね、こちらコレジオニスタのお店に来てるんですけども、ここの韓国で一番リングジャケットの取り扱いが多いということなんですけど、コレクション、に関しては、はい、おそらく一番だと思います。そうなんですね。はい。リングジャケットもしお探しの方はぜひ来られたらいいですね。いや、まあぜひちょっとお越しいただいて、実際まあ手に取っていただいて、やっぱり着ていただくっていうのがまあ一番いいかと思います。やっぱりもう着てなんぼですもんね。いや、結局そうなんですよ。結局そうですよね。はい。本当リングジャケットさんの商品は着てみられたらその価値といいます真髄が本当伝わってくるので、もう体に伝わってくるので、ぜひちょっと着てみていただけたらと思いますね。ではということでイントロだけで今日終わりそうなので、早速商品行ってみましょうか。そうね。はい。よろしくお願いします。承知しました。最初にご紹介したいのが、やっぱりスーツなんですけど、これが新作のスーツです。新作。はい。ちょっといいんですか？大丈夫です。もうもちろんです。今日僕ハンガーの代わりになります。いや、そんなめそうもないです。もちろんです。素材に関してはウール50、モヘア50の50、50で仕上げてます。モヘアの特徴と言いますと、上品な光沢感、繊維自体に張りがあるんで、シワになりにくいんですよ。このスーツ何がいいかっていうと、やっぱりその色合いが今までとちょっと違った色合いを提案してまして、結構やっぱりモヘアのスーツって例えばそのネイビーであったりとかジェームス・ボンドが着るような、ああいう白黒みたいなのをイメージされる方も多いと思うんですけど、リングジャケットはあえてこういうちょっとその落ち着いベージュっていうんですか、ちょっとそのグレーがかったベージュっていうか、ちょっとそういう木感なんかも非常にやっぱり上品な
色合いに仕上げてます。素晴らしいですね。でまたその特徴としてはこれがレングジャケットオリジナルのモヘアなんですよ。モヘアから開発されたってことですね。そうこの生地はそうしてます。そうなんですね。南アフリカの、はいクラドック地方のモヘアをちょっと使ってまして、はいモヘアのちょっと有名な産地ではあるんですけど、その、クラドックモヘアとはいウールの、混紡紙っていうか、を巻いて生地に仕上げてます。であとそのウールも結構その強粘で、やってるんですよ。こうギュッと強く。そうそう、軽いんですけどシワにはなりにくいです。軽いけどシワにはなりにくい。そこは安心して昼間も着てください。強粘糸にするとまたギュッとやるので、はい毛が少なくなって当たりがにくくなって涼しいってことですよね。それもあります。それもありますよねそれも本当に快適に春夏着ていただけるスーツにはなってます。早速ですけどちょっと着てみていいですか。もちろんです。48。 40ちょっと僕は気温多分46ぐらいなんですけど、はい。ちょっと48ちょっと着させていただきます。そういえば笹本さんに今回お会いしてやるの忘れてたまたバーンということで大阪の方をやってくださるんですね。ありがとうございます。東京の方にするはみたいな感じになりますからね。そうなんですか。挨拶のね一つです。そうなんです。これでスイッチが入った。そうなんですよ。打たれて反動してスイッチが入った。これでようやく今から本番。本番。大阪いいですね。楽しいですね。ぜひ今度大阪の工場にもお伺いできればと。ですよね。本当にぜひ来ていただければ、うちの工場って他さんと比べるとすごいやっぱり静かなんですよ。うるさくないというか。そうなんですね。はい。なんでかっていうとミシンのスピードを極力落として塗っていってるんで、そんなうるさくないんですよ。普通はダダダダダダみたいな。そうそうそう。もうゆっくり丁寧にやってるので。はい。がゆえにちょっとその手縫い感覚の既製品が仕上がるっていう風に作ってます。はい。工場長の方がちゃうやんけとかそういうことないんですね。ちゃうやんけ。静かにちゃうやんけ。それもそれで怖いですけどね。ということで今お話ようやく来てたんですけど、そういえば来てたのかなと思うぐらい軽いです。嬉しいです。本当にほわってきます。そこがうちのやっぱり特徴で、やっぱテーラードの着方っていうか着用時にどこが一番大切かっていうと、ちょっと触らせてもらっていいですか。もうバンバン触ってください。ほんまですか。やっぱりここなんですよね。ここのネックというか吸い付きですね。そうなんですよ。やっぱりここがキュッと体にフィットしてないと、着心地自体はやっぱり悪くなってくるんで、これ服に関してはここはやっぱり極力クッと体にフィットするように作ってます。もちろん成形もしてるんですけど、でここはこうなるんですけど、前回もご説明させてもらった通り、前がちょっと狭くて後ろが広いっていうスタイルで作ってるんで、当然やっぱり前にちょっとスペースができるんで、ここにこうやってできるんで、前に手も上げやすい。この可動域がやっぱ動きやすいってことですよね。広いかと思います。腕開けた時もあまりここが上にすぐ上がらないというか、アームが広かったら当然やっぱりこういうねすぐ上がっちゃうんですけど、やっぱりアームホールが高かったら自然とついてくるというか、そのあたりもちょっとエレガンスというか、所作もかっこよく見えるんじゃないかなと思います。ちょっとした動きの所作もこだわってらっしゃるわけですね。いい服ってやっぱそうだと思うんですよ。エレガントに感じるのっていう部分はやっぱそういうとこじゃないかなと思います。そうですよね。でもこれ本当に着て動かしてみたらわかります。本当に。やることなくても前にこうしたいですよ僕。嬉しいです。嬉しいです。お客様の方からいろいろお声いただくんですけど、やっぱりリングジャケットの服ってこういうジャケットとかスーツ着たままパソコンなるほどね。打てる。ほんまですね。前回もお伝えしたんですけども、なんていうんだろう、戦闘服みたいなスーツ、もちろんそれもそれで魅力あるんですけど、もちろんです。そういう感覚ではなくて、なんかフォーマルなんですけどすごく楽で、そうなんですよ。そこがいいところで、もう一つね、やっぱりよく言われるのは、バックスタイルがすごい綺麗っていうことはよく言います。46サイズでしたらもっとやっぱ分かりやすいかと思うんですけど、やっぱりこのウエストラインからのこの引き上げっていうか、こういうのがすごいやっぱりバックスタイルが綺麗っていうのは、よく言われます。後でその46のスーツ着ていただくたらより分かると思うんですけど、結構自分で後ろの姿って見えないじゃないですか。やっぱ奥様とか一緒に買いに来た時に
すごくやっぱバックサイド綺麗とか一緒に働いてる方らに今日なんか違いますねとなんかかっこいいですねっていう後ろ姿を見て言われることもある。いやだからまだ買いに来ましたみたいなことも。なるほど、そうなんですね。やっぱり本当に自分わかんないですけど、他の人から見たらバックスタイルってものすごい目に入るというか、そこじゃないですかつきますからね、見えますからね。そうなんですよ。リムジャケット着れば妻にバックスタイルかっこいいねってくっとグッとなるわけですね。なると思います。このやっぱりお色も美しいですね。やっぱりこういったベージュであったりとかそのライトグレー、ライトグレー。はい、リングジャケットは今までやっぱりそのコーポレートカラーとしてこのベージュとはいそのグレーはプッシュしてきたんですけど、やっぱり夏はやっぱ僕も明るく着たくなりますね、気分的にもやっぱり。やっぱりそうじゃないですか。そうですね。まあ暑いんですけどやっぱり太陽明るい時はこういったちょっとやっぱり明るめの服を着て自分もテンション上がるのが大切ですけど、商談とか行った時になんかやっぱりいい華やかやないいなみたいな思われる方がやっぱりいいんじゃないかなと思います。そうですよね。はい着てる服って周りにも影響を与えますからね。と思いますよ。ですよね、本当に、はいもしなんか普段ちょっとこう暗めなトーンって言いますか、そういうのが多かった方はぜひこの挑戦していただければ。ぜひ。思ったより全然そんな派手にならないですからね。と思います。あとはちょっとそのポイントとしてやっぱりこちら今着ていただいているタイプはポケットのスタイルがこういう、フラップなし、はい。両玉のスタイルで、クラシックなタイプです。ここですね。はいフラップがない。フラップがなし、はい、ですので、よりすっきり、見せたい人はこちら、ですね、ビジネスのシーンとかちょっとそのフォーマル的な使いなんかもできるかと思います。で片やこちらはパッチポケットパッチポケットでなんですね。よりカジュアルに着てはいただけるかなと。はいこれも4パッチなので、はいちょっと若干サイズがはい、ちょっと大きめです。この服の特徴なんですけど、襟のデザインとかは基本的に先ほど着られてたベージュのモヘアと一緒なんですけど、はい。何が違うかっていうとまずポケットの仕様が、そうですね。はいパッチポケットになってます、はい。ステッチなんかもこのダブルハンドでいってるんで、ほんまや。ここですね。はい、2本、フロントは入れることによってよりちょっとそのカジュアルらしさなんかは雰囲気が出てるかなと。やっぱここにステッチ2本入るとちょっとカジュアルな感じになるわけですね。やっぱりそうですね、うんはい、糸もあえてちょっとその太い糸、あっちはもっと細い糸でいってるんですけど、よりちょっとその雰囲気を出すために、少しちょっと太い糸でハンドステッチを入れるようにはしてます。うわー、ここまでその糸の太さまで変えてます。変えてらっしゃるんですね。はい、そうなんですよ。こちらやっはぱり繊細じゃないですか。本当ですね。であとコバエッジにすることによって、上品に見えますし、いわゆるビジネスのシーンであまりちょっとそのステッチ効かせるよりも、これぐらいちょっとその落ち着いた雰囲気で、ただちょっとその手仕事、ハンドフレーバーっていうんですかが、表現できる服っていうのがやっぱりいいんじゃないかなと。なるほど。はいこれちょっと並べてみますね。はい。のが違います。ここまでこだわってらっしゃるんですね。あともう一つ、はい。むちゃくちゃ大きく違うところがめちゃくちゃ大きいところ。はい最後に残してらっしゃったんですね。ドキ、はい、ドキって。はいはい。素敵なんですよ。これはパッと見た感じ、はいやっぱり違う点っていうのが、はいおそらくお気づきだと思うんですけど、はいこちらの方は従来のテーラードのスリーブなんですけど、一般的な形ですよね。こちらに関しては袖裏がないんです。ほんまっすね。なくしました。なくしちゃったんですね。はい、なくしました。見てくださいよ。はい。ないんですよ。その理由が、はいやっぱり半袖とかで着ると、夏場って汗かくじゃないですか。はいはい。でベタついた時食べたくにつきますからねつ。くのと汗かいて引っかかって動けなくなるんですよ。はいはいでせっかく着やすい服が着にくくなるっていうのはやっぱ問題があるだろうっていうところの発想で袖裏を取っちゃいました。なので T シャツとか半袖をもうジャケットの下に着ても、スイスイスイこう動きやすいと言いますか、快適快適なことですよね。はいでもちろん、引っかかってはやっぱ破れたりするんで、はいちゃんと綺麗にちゃんとこういう縫製縫製びっしりちゃんとされて見ていただける。るかと思います。はいうちも。できるだけそういうフラットにされてることですね。そうですそうです。はい。いやーいいですね。はい真夏に着たくなりますね。いや結局そこなんですよ。あとねやっぱ違うのが、はいはい。たここにくさんありますね。通常でしたらちょっと見えないんですけど、垂れ綿っていうのがそのジャケットと入れてるんですよ。ここ垂れ綿。はいここ
に垂れ綿をフェルトを入れることによってちょっとその形を保つというか、保つとですね、はい、ノーパッドですけど、ですけどこのタレ綿を入れることによって入れることによって自然なボリュームが出るののが、いわゆるスーツこちらで、はいこっちは垂れ綿をなくしてるんですよ。なしです。もう全くないですね。ないです何もない。で何が違うかというと、はい。より雨降りとか上茶上茶がが出るんで、なんでよりそのカジュアル感っていうんですか。カジュアル感。これいわゆるナポリ仕立てのそうですね。代表的な特徴ですよね。そうですね。はい。それがこうこのシャーッとこうギャザーのように出るって言いますか。そうですそうです。雨降りはい。が出るわけですね。はい。こちらの方が垂れ綿ありの方が少しやっぱ綺麗、綺麗な。クリーンだと思うんですよ。だからどっちかっていうとこっちの方がもうちょっと若干フォーマルで、そうです。こっちはもうカジュアルというかカジュアルでスポーティーな感じの。そうですそうですよね。はい。がゆえに仕様もパッチポケットはいとダブルハンドでなるほカジュアルっぽく、仕上げてます。どいやーそうなんですね。ディテールでやっぱ出てくるんですよね。いやもう本当に、だからカジュアルでスポーティーなんですけども端正で、男の、優雅な雰囲気も出せる出せるジャケットってことですね。それはやっぱりね、こういういわゆるその軽い、カジュアルジャケットでもちゃんとそのケジン仕立てはいで仕立ててるんで、スーツはフルケジンが上から下まであるんですけど、こちらですね。ここから1枚ケジン、下まで入ってるんですけど、この間に中に芯が入ってるってことですね。そうです。こちらの方に関しては肩からここだけここだけに芯が入ってると。一番最初にご説明させてもらった通り、服ってここがすごくやっぱ大切なんで、やっぱりここのケジンは絶対取ったらあかんっていうのが僕らのポリシーなんで、スタイルなんで、ここはしっかり決めて、こっから下は風が吹いたら時にフラフィアッとなびく感じがかっこいいと思うんですよ。いいですね。でこうなびいてここまででバッと開けちゃうとちょっとやっぱりエレガントじゃなくなると思うんですよ。ここは決めながらピシャッと決めながら、ここが風吹いてフィラフラーっとフィララーっとフィラフラララーってね。ちょっとした仕草、歩いた時にもふわっとなるのがかっこいい。いやここまで来ちゃうとやっぱちょっとね。そうなんですよ。ただここを押さえながらもさらっとここだけ出るって。そうなんですよ。なんかえらいやっぱ軽やかやなみたいなね。いやーもう風を受けたくなりますね。そうなんですよ。ぜひ。風もっとこれみたいな。なるほど。調整する。相当強くなりますよね。ちょっとした仕草ですごくやっぱりエレガントに感じたりするかと思います。だからスーツジャケットこういったもう本当にちっちゃい違いが大きな差を生む。そうなんねやっぱり。その飾ってたらやっぱわからないと思うんですけど、実際やっぱり着用して歩いてで座って立っての時にそれが良さがわかると思います。きっと本当に動いてやっぱり生活してその価値がリアルに分かるってことですよね。やっぱこの人すごいなって言われるとは思います。いやだからそれねあれですけど、やっぱりちょっと印象は少しでもやっぱ悪いよりもいい方がいいじゃないですか。なんか違うなという雰囲気をこう感じさせるってことですよね。そうなんですよ。この服かっこいいというよりは自然と一体化しながら、なんか違うなかっこいいなっていうのがやっぱりエレガンスじゃないですか。いや秋さんもそうです。もうおっしゃる通りです。本当それを具現化されている服ではないかと思いますね。本当に嬉しいです。で一つちょっともう一つ二つ三つ全部ください。全部ください。ちょっと私がちょっと着てるジャケット。これですね。これが今浅野さん着てらっしゃるジャケットですね。ちょっと今日これ説明させてもらっていいですか。ちょっと今日もすみません時間ないです。もうですか。冗談です。もうたっぷりお願いします。よかったです。この生地なんですけど、生地に関してはリングジャケットのオリジナルじゃないんですけど、なんでこの生地を選んだかっていうと、やっぱりそのリラックスっていうのがやっぱキーワードなんですよ。リラックスってなんやみたいな。でまずは一つ目は素材だと思うんで、素肌に当たっても着れる素材ってなんやって言ったら、コットンとかリネンだと思うんですよ。これに関してはリネン100なんですよ。リネン100なんですね。ただリネン100って伸びないイメージなんですけど、これがまた不思議でめっちゃストレッチなんですよ。リネンでストレッチって
基本的にはありえないんですけありえど、ないですよね。スーツとかで着る場合ってもっとその重たいリネンであったりとか、結構そのしっかりした感じのまあリネンが多いと思うんですけど、はい面白いのがリネン100で薄い生地で、はい。まあ、ストレッチ性があるっていうのが。最初にこの生地をピックされる時もこの生地なんやとなん思ってやっていうところで、うわリネンでみたいな。よりだから伸縮性があるのでもちろん着やすいですね。着やすい。はい。でまたこの色がいい。むちゃくちゃおすすめしたいところで。こちらの色これすいません。美しいですね。でこれもやっぱり面白い作り方で一手間ちょっとかけてるんですけど、糸自体を顔料で染めて、はい。それを一回洗うんですよ。糸を一回染めてそれを一回洗って落とし色を落として生地にしていってるんで、ちょっとムラっぽく見えると思うんですよ。なるほど。使い古したとかそのウォッシュかけたジャケットみたいな感じの色合いになるというか、はいはい。買うた時点からなんかもう着込んだ感じの雰囲気になってるっていうか、いいっすね仕上がった服に、いやはい、憎いですね。本当に、はい、で最近ちょっとそのおすすめしたいコーディネートとして、はい。まあこういう明るい色目にやっぱ多いのはやっぱりニットとかそのカットソーだと思うんですけど、ちょっといいですか？いいですね。もちろんもちろん。例えばこういう半袖のクルーピックされて、下に関してはそのホワイトジーンズとか、はい。まあ綿のパンツとかでもね、まあいいですよね。これはちょっとウールですね。まあウールでもまあ例えば、色合いのイメージとしてこういう感じですよね。でもまあよろしいかと思いでます。靴はエスパドリューみたいなの履いちゃってもいいですしね。いいですね。だから本当にまあスニーカーでもいいですし、ですよね。まあやっぱりこのありなしある時ない時みたいな。なんか大阪の CM でもね。あ、そんなのあるんですか？ご存知ないですかね？あ、それ僕東京なんで。さすがですさすがです。一つスカーフはい。を巻くだけでちょっとその場が華やぐというか。で深みも出ますよね。そうなんですよ。コーディネートにさらっちょっとした深みが出る。そうなんですよ。もちろんこれでもいいんですよ。はい。正解です。まあなんかこう日中ちょっとこうアクティブに動くときはこういう感じにして、で全然問題ないと思います。でちょっと夜でちょっとエレガンスパーティーパーティー行こうかなときにさらっとこう巻いてあげると、はいこれ全然違うまた雰囲気になりますからね。いやもう本当にそうです。男のやっぱり重要なところって余裕、ちょっとこう余裕が出る感じってやっぱ男はかっこいいじゃないですか。まあ、いろんな面で余裕ありますけど、はい生活の余裕でもありますしいろいろありますけど、やっぱりそういう余裕な感じが出せるはい。のがやっぱこのジャケットであり、こういったスカーフの使い方、そうですね。この巻くひと手間がこの人あるんだなってことですからね。まあそうですね。だけまあ自分にやっぱり気使ってはんねんなっていうのを演出はおそらくできると思いできますよね。はい。なのでそういう意味ではこういったカジュアルなウェアにもこちらのリングジャケットさんのジャケットはもうバッチシ相性がいいと。嬉しいです。あと大切なのはこういうチーフはいらないと。スカーフするとき、バンダナするときはチーフはいらないと。なしのトゥーマッチになっちゃいますからね。そうなん。例えば今日社長様はい。が着られてたそのスーツに同じようにポロシャツ着られてたと思うんですけど、スカーフは巻いておられないんですけど、ただポイントでやっぱチーフはい。すごいやっぱりおしゃれと今思いました。もうぜひジャケットスーツスタイルの本当に教科書でもうお手本笹本さんのスタイリング説明欄にインスタグラムが貼っておきますのでぜひチェックしていただければ本当に参考になりますので。で次、はいもう一つちょっと紹介したい、まあ同じモデルなんですけど、はいこちらも笹本さん先ほどからこの置く仕草が僕が子供を置くより丁寧にされてますよ。まあ我が子なんでそうです。我が子です。ちゃんと嫁ぎや後付け嫁ぎや息息子か娘か分からない。わからないですけど、この、ジャケットの良さなんですけど、はいブラウンベージュ、これもまあリネン100なんですけど、はい柄的にもこういうグレンチェックグレンチェックですよね。これブリティッシュですよね。ですよね、柄自体は。柄自体は。はい。 46なんでちょっと着てみていいですか。ぜひぜひ。はい。軽い。本当に冗談だけどここが吸い付いてなんか誰かがピタッてくっついてくれてる感じ。嬉しいです。本当にちょっと鏡見させて。はい。わあ美しい。ビューティフォー。何にもない素材に下手に見えてちゃんと毛塵がグッと本当ですね。はい。この服は締まってる。締まってるんですよ。ここがそれ以外のところはまあリラックス。リラックス。緊張と緩和じゃないですけど、締めるとこは締めて。で、そうです。このリラックスするところはちゃんと吸う。ひらーっとね。ひらーっと。はい。なびくところ。なびく感じで。ちょうど背中の綺麗なポイント、
シェイプ感はすごいやっぱ綺麗と思うんですよ。うちの服では絞りがあって、こういうふうに上に上がるように縫ってるんで、服が上に登ろうと、はい、はい、前回おっしゃってましたこの富士の山のように登る。そうそうそう、はい、フロントに関しては、こう登ってきて、で、こういうカーブがこういうふうに逃げていくと。なるここが一番綺麗。ウエストはふースーっッとと後ろからこんな感じで、こんな感じで、こんな感じで、はい、爪だけお伺いして、いや本当かなって思う方いらっしゃると思うんですけど、着てみていただくと本当にそれ実感できると思います。本当に。だから前回もちょっとやりましたけど、後ろからバックハグされてる感じで後ろを振り向くと笹本さんで若干ゾッとする。ありがとうございます。やっていただいてすみません。別に練習したわけじゃないですから。リングジャケットさんってやっぱベースはイタリーじゃないですか。はい、ベースとしては。でもこれ見るとちょっとこのブリティッシュ的な構築的な肩の雰囲気もありながらもイタリーのリラックス感がある。はい。もういいとこ取りしましたよね。もうはい。なんかこれがジャパニーズスタイルというかリングジャケットスタイルだと思います。オリジナルを作られましたね。らしいです。先ほどからも何回か言ってるんですけど、やっぱりどういったところにエレガンスみたいな感じるかっていうと、例えばスーツなんかも私が思うには昼間のビジネススーツと、ちょっと夜のスーツ、今日みたいなパーティーに着るスーツっていうのはやっぱり使い分けた方が、ワードローブの中ではあった方が僕はええと思うんですよ。その話を次ちょっといきましょう。いいですか。ぜひぜひ。でこちらがスーツのコーナーなんですけど、先ほど申し上げた仕事着として使っていただきたいのが、正直この辺り、ここら辺ですね。はい。生地に関しては結構その平織りでマットな感じで、正直ちょっと光沢感は少ないかと思うんですけど。ただやっぱり通気性に富んでたりとか、シワになりにくかったりとか、その誠実さがやっぱ出ると思うんですよ。確かに。フォーマル度を上げたい時はこういうのがいいということですね。昼間のそのビジネスの。はい。で夜になると？夜になると、いわゆる明るさももちろん当然ね暗くはなってくるんで、そのパーティーみたいな時におすすめしたいのがこういう感じで。こういう感じですね。もちろん結婚式場であったりとか夜ってやっぱり自然光が入ってこないんで、華やかさが出しにくいと思うんですよ。がゆえにこういう細い糸、いい糸で作ったスーツで、なおかつちょっとその綾織りっていうんですか、生地が斜めに折ってあると思うんですけど、することによってよりちょっと光沢感が増すんですよ。なるほど。なので暗いところでも例えばこの照明とかでチラッとした時にチラッとこう、なんかさりげなく色気がある。そうです。出せるわけですね。マイスター仕様なんでこういうステッチがハンドメイド感っていうのは出るんじゃないかなと。ここら辺ですね。袖のと例えば背中であっても、いや既製服それ以上の既製服って感じします。嬉しいです。注文服のような既製服が僕たちのスタートした会社の理念です。本当にそれを具現化されていらっしゃいますね。本当に。それもやっぱりそのテクニックっていう技術だけじゃなくて、そういうアイデアをちゃんと商品化する、で安定したクオリティでずっとやり続けるっていうのがリングジャケットです。技術とアイデアとそして愛情が詰まってますね。愛情もそれが一番今大切かもしれないです。いやほんまに詰まってますわ。お腹いっぱいですね。もうちょっと行きたいぐらいです。ほんまですね。本当に。リングジャケットさんのスーツ見ながら行きたいぐらいですね。いや本当にぜひ夢です。私も秋津さんと一緒になんか洋服並べながら飲みながら話をしたいな。もういろいろ学ばせていただきたいです。いやそんな言わんといてください。今日は本当ご丁寧なご説明ありがとうございました。いえありがとうございました。笹本さん出てくださるために僕は本当にワクワク、そして楽しくドキドキ、バックハグもあるのでドキドキ後ろからこう前からだけはちょっと感じ奥さんの奥さんのね。자 갑자기 사사모상 좀 죄송하지만은 분위기가 굉장히 화사해졌습니다. 네. 자기소개 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 꼴리주는 스타의 김재은 매니저입니다.
지난번에는 이정우 매니저님께서 나와주셨는데 그때 촬영 때문에 이제 공포증 생기신 거 아니시죠? 이정우 괜찮으신 거죠? 네. 그러면 콜레지니어스타의 간단한 소개 부탁드리겠습니다. 네. 저희 콜레지언스타는요, 오리지널 링자켓 컬렉션, 그리고 콜레지언스타 블랙 라벨인 메드이바인 링자켓, 한국의 체형에 맞춰 제작한 화이트 라벨 외에 에치제냐, 그리고 존스 메들리, 홀리데이 브라운 등의 클래식 아이템을 만나보실 수 있는 맨즈 패션 셀렉트 샵입니다. 지금 오픈하신 지 1년 되셨는데 네, 맞아요. 그 사이에 콜레지니어스타가 인지도가 많이 오르셨다고 들었는데 네, 맞습니다. 소문이 들었나요? 소문 들었습니다. 그간 저희가 1년 동안 솔직히 많은 고객님들이 찾아와 주셨고 또 고객님들이 많은 격려와 또 사랑으로 저희가 1주년을 더욱더 뜻깊게 맞이할 수가 있게 되었습니다. 축하드립니다. 네, 1주년. 감사합니다. 네. 인지도 오른 거에는 좀 아키 스타일이 좀 도움이 되셨나요? 그럼요. 아, 네. 저희 고객분들이 상담하실 때도 유튜브를 보고 또 방문해 주시는 분들도 계셨고요. 그리고 다시 한번 감사드립니다. 정말로 감사합니다. 네, 여러분 감사드립니다. 콜레지니어스 직원처럼 지금. 자, 그러면은 그 블랙 라벨을 일단 주로 한번 소개를 좀 해볼까 네. 하는데. 이쪽에서 보시는 게 저희 이제 블랙 라벨이라고 봐주시면 되고요. 네. 지금 보시는 거는 제냐 원단이에요. 저희가 블랙 라벨 같은 경우는 이제 한국 분들이 좀 많이 선호하시는 뭐 까노니코, 로로피아나 제냐 원단으로 좀 주가 돼서 제작을 하게 되었고요. 컬렉션을 국내에서는 저희가 가장 좀 다양하게 보유를 하고 있는 게 강점이긴 한데 컬렉션의 기본 베이스 패턴을 바탕으로 조금 더 이제 한국인 체형에 맞게 조금 수정이 들어간 게 저희 쪽에서는 블랙 라벨이라고 봐주시면 될 것 같아요. 그 메이드 바이 링자켓. 맞습니다. 네. 근데 이제 원단은 더 최상급의 맞아요. 원단을 네네. 고르셔서 하고 있는. 이것도 블랙 라벨이잖아요, 지금. 그죠? 네, 맞아요. 그래서 오늘 아키창이 입고 계신 원단을 한번 소개해드리면 네. 로로피아나의 썸머타임 원단인데요. 울과 실크 그리고 린넨이 다 함유가 되어 있는 원단이라 울의 부드러움 그리고 실크의 우아함이 다 표현되어 있는 원단이에요. 그래서 오늘따라 아키창님이 굉장히 좀 우아하신데요. 아, 그래요? 네, 착용감은 좀 어떠실까요? 적용감 역시 너무 좋습니다. 그래요? 뒤에서 감싸주는 느낌이 네. 있습니다. 지금 이쪽에서 보시는 거는 제냐 원단인데 지금 촉감 만져보시면 겉면이 굉장히 부드럽거든요. 제냐의 캐시코라는 원단인데 이름에서도 유추가 할 수 있을 만큼 캐시미어와 면이 합성이 된 원단이라고 봐주시면 되세요. 그래서 캐시코. 네, 맞습니다. 이름이 진짜 합쳐서 캐시코. 네, 네. 그렇군요. 이쪽에서 보시는 거는 프레스코라는 원단인데요. 원단을 만져보시면 굉장히 다른 원단과 다르게 조금 독특한 느낌이 있으세요. 조금 까실한 느낌도 있다고 봐주시면 되는데 원단 합사가 꼬여져서 만든 원단으로 프레스코는 이제 이태리어로 시원하다를 뜻해요. 그래서 보통 이제 여름 원단으로도 굉장히 적합하고요. 프레스코가 시원하다는 뜻이. 네, 맞습니다. 그 프레스코 이런 거. 이거 입으면서 프레스코. 또 더블 사양이 참 멋있네요. 네. 원단도 이제 그 구김이 잘 안 가는 그 네. 소재감이어가지고 뚝 떨어지는 느낌. 야, 더블도 잘 어울리시는데요. 너무 멋있습니다. 네. 라펠의 크기도 한번 부담스럽지 않는 그쵸. 느낌으로 라펠 적당하게. 멋지게 떨어져. 네, 블랙 라벨 쫙 여기 있으니 한번 직접 오셔서 착용해 보시면 좋을 것 같아요. 그 다음에 또 다른 아이템들도 많이 이제 들어오셨다고. 네, 저희가 이제 1년 동안 새로운 브랜드를 많이 가지고 왔는데요. 첫 번째 소개드릴 브랜드는 영국 니트 브랜드 존스 메들리입니다. 존스 메들리. 네, 존스 메들리 같은 경우는 이제 230년 전통을 가지고 있는 우리 역사를 자랑하는 브랜드이기도 하고요. 최상의 니트 브랜드죠. 맞습니다. 네. 저도 좋아하는 브랜드입니다. 그래요? 네, 그리고 가볍고 얇아가지고 네. 이너로 입기가 진짜 딱 좋은 네, 맞아요. 아이템인 것 같아요. 네, 일단 촉감이 굉장히 우수하거든요. 야, 이것도 한번 경험하시면 좋을 것 같아요. 처음에 24FW에서도 굉장히 큰 인기를 받았고 이번 25SS에서도 고객님께서 많은 좀 반응을 해주셨는 이제 일본 팬츠 전문 브랜드 에치제냐입니다. 제가 지금 입고 네, 있습니다. 맞아요. 에치제냐. 네. 에치제냐입니다. 굉장히 착용감과 실루엣이 예쁩니다. 한번 이게 착용을 처음에 딱 해봤는데 혼자서 했어요 진짜 소리 내가지고. 정말요? 에치제냐 같은 경우는 이제 동양인의 패턴을 굉장히 최적화된 패턴으로 제작이 된 거라서 클래식한 실루엣을 원하시는 분들이라면 굉장히 만족감은 크실 겁니다. 이야, 이 에치데니아의 바지가 저기에 있습니다. 네. 한번 그럼 볼까요? 보실까요? 이 에치데니아가 또 팬츠만 전문으로 네, 그리고 맞아요. 슬랙스만 오랫동안 네, 네. 해오신 그런 브랜드잖아요, 네. 그죠? 그래서 저희는 이제 클래식 라인에서 레귤러 핏을 바잉을 했는데요. 올해 시즌에서는 굉장히 원단 좀 다양하게 저희가 바잉을 해서 다채롭게 고객님들께서 선택하실 수 있는 폭이 좀 넓어졌어요. 정말 예쁩니다, 이 실루엣이. 한번 이것도 착용해 보시면 저처럼 네 하실 거라 생각합니다.
ディングジャケットをお求めになる方はぜひコレージユニストに来ていただいて、その最上級の着用感、急に韓国になっちゃった、最上の着心地、クオリティを体感していただけると思います。ということで、じゃあその最後감사합니다一緒にいいですか？せーの。 감사합니다.